というわけで今からホーチミンを出てメコンデルタの関東の方に向かいます。そしてこれが乗るバスということで関東到着で、ここからね市内に向かうシャトルバス乗れるみたいなんで、それ予約してきます。ここでシャトルバス、ここが泊まるゲストハウス、その名もリッチホテル。ホテル到着、1泊ここで1400円ぐらい。全然悪くない。窓の外景色はないけど、ちょっと換気も怪しいですけれども、一応窓もついてるし、でクーラーでテレビで、重要なのがちゃんとこれ机と椅子があるっていうことで、でこれがトイレシャワーね。でもシャワーも広い。結構年季は入ってる感じするけれども、全然悪くないかなというような感じです。タコもある。タコとかカニもある。
ということでごちそうさん、美味しかった。想像以上にお腹いっぱいになった。ごちそうさん。ということでごちそうさん、美味しかった。おはようございます。今ね、朝の5時前なんですけれども、これからね、関東近郊で朝のみ開催される水上マーケット、ちょっとこれ行ってきます。で、今ちょっとグラブ呼んだんで、これ乗ってその水上マーケットがね行われる海蘭とかっていうね、海蘭市場、海蘭っていう地域なんですけれども、ここまで行ってこようと思います。いや、朝5時でもグラブが呼べるってマジ便利。なんかこの辺からボートが出るって話なんですけれども、ボートが本当にあるんだろうか。なんかチケット売り場があるからそこで買って待っとけって言われた。で、ここ安滨市場っていうところからボートがいろいろと出るらしい。こんな感じで
ここでチケット買うみたい。でも人がいないから今呼びに行ってくれた。ということで結局もうここでチケット買った。多分この船に乗るんだと思う。お、ここに乗れるみたい。Thank you。いや、すごい。独り占め。ということで、たった一人で出発。いやもう今はもうこの水上マーケットは完全に廃れてるんだね。一般のローカルの人間がこの水上で何かをやり取りするっていう形跡は全く残っていなくて、いくつか売買用のボートっていうのは来るんだけれども、全部観光客を当てにしたようなものばかりですね。もうやっぱりこのベトナムの水上マーケットっていうのはもう文化として完全に死んだんでしょうね。というわけで今水上マーケットの見学を終えてきたんですけれども、実際にはもう水上マーケット完全に消滅しているっていう風な感じだと思います。で船頭さんとね1対1だったんだけど、翻訳使いながらいろいろやっぱり聞いてみると、コロナね、やっぱコロナ以降もう完全に撤退してしまったそうで、残っているのはその観光客向けの人しか今残ってないっていう風な形で、10年前はここでみんな売買していたんだけど、そういう人たちもみんなね陸に上がってしまったということでね、この海南の水上マーケットっていうのは2025年段階では今はねほぼほぼ消滅しているという風な形なのかなと思います。こんな感じでやっぱり橋がかかってみんなバイクに乗るようになって、こういった売買っていうのも全部陸に上がったっていう風な形なんですね。昔はこういう人たちもみんなボートでね水上に出て売買していたと思うんですけれども、今はもう完全に陸上に上がってしまったという風な形ですね。こればっかりは仕方がないですね。こっちの方が便利だしね。いやーちょっとミスった。明日ねこの関東から、カンボジアとの国境のハティエンっていう町に向かう予定なんだけど、今日は朝まではねインターネットでねバスの席っていうのが予約できたんだけど、ただ今ねそれをチェックしたらねもうねバスが消えていて、多分もう席が埋まっちゃったんだと思うんですよね。とは言ってもねあと1泊このね関東でするのはねちょっと時間がねもったいないんで、今からねバスターミナルに直接行って明日の、ね、チケットがないかっていうのを直接聞いてこようと思っていて、っていうのもねホテルのねレセプションの人に聞いたら、
インターネットの席っていうのはすぐ埋まるんだけれども、実際はそれ以外にミニバスとかっていうのも出てると思うから、バス停に直接行ってね、聞いてみるのがいいっていう風に言われて、まあただ時間はあるんでね、今からね、バスターミナルに行って予約してこようと思います。バイク呼んでもサクッと行ってこようと思います。ということで、関東のバスターミナル、バイクで到着。とりあえず聞いてこよう。いや、今ね、いろんな人に翻訳機使って聞いた結果、チケットを事前に売ることはできないそうで、明日の朝7時にバスが出るそうで、チケットなしにそのまま来ていいっていうことなんですよね。いや、で、ほんとちゃんと乗れるのかどうか心配なんですけれども、彼ら曰くね、問題ないっていうことなんで、とりあえずその言葉を信じて、明日の朝7時にここに来ようと思います。本当大丈夫かな、ちょっと心配。今このフタエクスプレスね、ここでも聞いてきたんだけど、発展行き、カンボジアとのボーダー行き、リムジンバスが出てるんだけど、それは午後3時発。さすがに午後3時だとね、向こう着くのね、夜になるんで、朝7時にね、直接ここに来て、バス乗るのがいいかなというふうに思います。ただ、本当に乗れるか、かなり心配。